皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。この番組では言葉の奥にある心を紐解いて、あなたの日本語ライフをもっと豊かにするヒントをお届けします。店長のうさぎです。こんにちは、常連客のたくやです。今日もコーヒー片手にゆっくりお話ししていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回は日本のお土産のマナーというテーマ、これをちょっと一緒に掘り下げていきたいなと思ってまして。お土産ですか。これはまた誰にとっても身近なテーマですね。そうなんですよ。旅行とか出張の帰りとか誰もが経験ありますけど、いざとなるとあれこれで合ってるんだっけってちょっと不安になったりしません？なります。特に職場で配る用となると、もう数とか値段とか分けやすさとかそうそいろいろ考えすぎて、だんだん何を選んでいいか分からなくなってくるみたいな。う。わかります。単に物を買って渡すだけのはずなのに、なんかそこにはものすごくたくさんの暗黙のルールが隠されてる感じがしますよね。なので今日のこの分析では、そういう細かいルールのなぜの部分に迫っていきたいんですよ。いいですね。その根底にある考え方みたいなものを理解できれば、次からのお土産選びがもっと楽に、そして楽しくなるんじゃないかなって。表面的な作法だけじゃなくて、その背後にある心を読み解いていくと素晴らしい視点だと思います。はい。では早速ですけど、まずはお土産を渡す場面から見ていきましょうか。お願いします。まず本当に基本中の基本ですけど、お店の紙袋から出して相手の正面に向けて両手で差し出す。これはよく言われますよね。そうですね。片手でひょいっと渡すのは、すごく親しい間柄ならまだしも、基本的には敬意に欠けるとされていますね。両手で丁寧に差し出すことで、あなたのためにこれを大切に持ってきましたよっていうメッセージになるわけです。なるほど。行為そのものがメッセージになってるんですね。それで渡す時に添える言葉、これもいろいろありますけど、正直僕が昔からずっと不思議だったのが、つまらないものですがっていうフレーズなんです。出ましたね。はい、これはもう日本のビジネスマナーを学ぶ外国人の方が最初につまずくポイントの代表格ですね。ですよね。だって一生懸命選んだお土産なのに、つまらないものって自分で言っちゃうわけじゃないですか。なんか心にもないことを言うのってちょっと誠実じゃない感じがしませんか？どうしてこういう言い方するんでしょう？そこがまさに日本のコミュニケーションの奥深いところなんですよね。これは一言で言うと謙遜の表現なんです。謙遜ですか？はい。あなたのような素晴らしい方にお渡しするにはこんなものでは価値が足りません。でも私の精一杯の気持ちです。どうか受け取ってくださいっていう、その意味合いがぎゅっと凝縮されてるんですね。なるほど。自分の贈り物をあえて下げることで、間接的に相手への敬意を高めていると。面白い。自分の贈り物の価値をアピールするんじゃなくて、相手を立てることを優先するコミュニケーションなんですね。そういうことです。言われてみれば、ほんのお礼の気持ちですとか、お口に合えば嬉しいですっていう言い方もどこか控えめですもんね。こうぐいぐい来ない感じが。そうなんです。私が選んだんだから絶対美味しいですよとは普通は言わない。言わないですね。あくまで判断は相手に委ねるっていう姿勢が好まれる傾向にありますね。いや、面白いな。言葉一つで文化が透けて見えますね。じゃあ次に中身、つまり何を選ぶかの話に移りたいんですけど、特に職場で配るケース、これは本当に悩みます。いくつかポイントありましたけど、やっぱり個包装っていうのはもうマストアイテムですかね。ほぼ必須と言っていいでしょうね。やっぱり大きなバームクーヘンを一つドーンと買っていっても、じゃあ誰が切るのとか、ナイフや小皿はとか、周りに余計な手間をかけさせてしまいますから。確かに一つずつ包装されていれば好きなタイミングで手も汚さずに食べられますし、持って帰るのも簡単じゃないですか。間違いないです。自分がもらう立場だったら個包装はめちゃくちゃありがたい。あと値段も重要ですよね。あまり高価なものだと受け取る側もこんないいものって恐縮しちゃう。その通りです。特にビジネスの取引先とかだと、相手からの頂き物よりも明らかに高価なものを避けるのが暗黙のルールだったりしますね。そうなんですか。マウントを取られたみたいに捉えられかねませんし、何よりお返しをしないとっていうプレッシャーを与えてしまいますから。なるほど。なんかこうやっていくつか例を見ていると共通点が見えてきた気がします。個包装で手間をかけさせないとか、高くないことで精神的なプレッシャーを与えないとか、
これって全部相手に余計な気遣いや手間をさせない、つまり相手に負担をかけないという点で一貫してません？素晴らしい。まさにそれです。それが日本のお土産マナーの根底に流れる一つ目の大きな原則なんですよ。必見するとバラバラに見えるルールも全部がこの相手への配慮っていうキーワードでつながってる。この視点を持つといろいろな謎が解けてきますよ。面白い。なんかパズルのピースがカチッとはまった感じがします。じゃあその相手に負担をかけないっていう原則を頭に置きながら、今度は逆の立場、お土産をもらう側のマナーも見ていきたいです。いいですね。これだけいろいろ考えてくれた贈り物を受け取るわけですから、こっちもちゃんとしなきゃって思いますよね。渡す側の思いやりを受け取る側がしっかりキャッチしてこそ、いいコミュニケーションが成立しますからね。ですよね。もらう時もまずは両手で受け取る。これは渡す時と同じで敬意のサインですね。はい。そして感謝の言葉。ありがとうございますが基本ですけど、これもバリエーションがありますよね。お気遣いいただきありがとうございますとか。あとよく使われるのが、わざわざすみませんという言葉ですね。これも不思議な言葉ですよね。感謝してるはずなのに謝るっていう、さっきのつまらないものですがとちょっと構造が似てる気がします。まさに。これも単に謝ってるわけじゃなくて、私のためにわざわざ時間をかけてこんな素敵なものを選んで持ってきてくださって申し訳ないくらいありがたいですという気持ちが込められているんです。なるほど。相手が費やしてくれた労力とか時間に対する感謝と恐縮の気持ちの表れなんですね。ありがとうっていう直接的な言葉よりももっと深く相手の背景まで思いを馳せてる感じがしますね。いやー深いな。そしてもらう側で最大の難問はこれだと思うんです。その場で開けるべきか否か。これは難しい問題ですね。これどうします？海外の友人とかだと目の前で開けてウォーって喜ぶのが礼儀みたいなイメージがありますけど。そうですね。文化によって本当に真逆の対応が求められる非常に面白いポイントです。で、結論から言うと、日本の伝統的なマナーではその場で開けないのが基本とされています。やっぱりそうなんですね。でもなんか親しい友人から開けてみてよとか言われたら、いやマナー違反なので後でなんていうのも変だし。もちろんそこは臨機応変に。カジュアルな場なら開けてもいいですかって一言打探をしてから開けるのがスマートですね。なるほど。ではなぜ原則として開けないのがマナーなのか。これもさっきの相手に負担をかけないっていう原則に立ち返るとすごくわかりやすいんです。と言いますと、もし万一もらったものが自分の好みと全然違っていたり、あるいはもうすでに持ってるものだったりしたら、その場でどういうリアクションをすればいいか困ってしまいますよね。想像しただけで気まずいですね。それは無理にすっごく嬉しいですっていうのも嘘っぽいし、かといって正直な顔もできないし。そうなんです。受け取った側がリアクションに困ることで、結果的に送ってくれた相手に、もしかしてあんまり嬉しくなかったのかなって心配をさせてしまうんですよ。なるほど。つまり送り主を気まずい思いにさせないという受け取り側の最大の配慮が、その場で開けないというマナーにつながっているんです。自分の喜びを表現することよりも相手を不安にさせないことを優先する。どこまでも相手の気持ちを先回りする文化なんですね。いや、これはもうコミュニケーションの芸術ですね。そう言えるかもしれませんね。そして良いコミュニケーションはもらって終わりじゃないんです。その後の対応も実はとても大事なんですよ。もらった後の対応ですか？確かにもらいっぱなしだとちょっと後味が悪いというか。特にビジネスシーンとか目上の方からいただいた場合は、後で改めてメールか何かで、先日は美味しいお菓子をありがとうございました。部署のみんなでいただきました。みたいに連絡すると、すごく丁寧な印象になりますよね。口頭でのお礼に加えて改めて文字でも伝えることで感謝の気持ちがより深く、そして確かに伝わります。これがお土産マナーのもう一つの柱。感謝をきちんと言葉にするという原則につながってくるわけです。ここで2つ目の原則が出てくるんですね。相手に負担をかけない配慮と感謝を伝える表明。この2つが車の両輪になっていると。その通りです。そしてこの感謝の表し方で多くの人が悩むのが、お返しは必要なのかという問題でしょう。それです。聞きたかったです。旅行のお土産をもらうたびに私も何か返した方がいいのかなって毎回ちょっと悩みます。これが本当に難しいところなんですけど、一般的な旅行や出張のお土産であれば必ずしもお返しは不要と考えて大丈夫です。
そうなんですか。ちょっと安心しました。もともとお土産って旅先であなたのことを思い出しましたよっていう、一方通行の気持ちの表れなんです。はい。それに対して毎回きっちりお返しをしていると、お互いに次は何を返そうかっていう義務感が生じてしまうんです。わかります。そうなると、せっかくの行為のやり取りがただの負担になってしまいますよね。ここでも相手に負担をかけないという原則が生きてくるわけです。なるほど。善意のループのつもりがいつの間にかプレッシャーの応酬になってしまうと、それは本末転倒ですね。でもお返しをした方がいいケースというのもありますよね。はい。例えば、いただいたものが明らかに高価な品だった場合、あるいは何か特別にお世話になったことへのお礼としていただいた場合、こういったケースでは後日別の形でお返しするのが一般的です。なるほど。ただこの高価な品と一般的なお土産の境界線とか、特にお世話になったの度合いをどこで判断するかが非常に曖昧で難しい。ですよね。3000円のお菓子はセーフで5000円の品ならアウトみたいな、そんな明確なルールはないわけですし。ないですね。結局は相手との関係性とか状況を読んで自分で判断するしかないと。まさに、そこにはマニュアル化できない生の人間関係の機微が問われます。だからこそ面白いとも言えるんですが。いやー、こうして全体を俯瞰してみると、日本のお土産マナーって本当に深いですね。単なる堅苦しいルールじゃなくて、その一つ一つに相手を思いやる気持ち、つまり負担をかけたくないっていう配慮と、ありがとうを伝えたいっていう感謝が込められている。日本のコミュニケーション文化そのものが凝縮されているように感じました。すべては人間関係をより円滑に、そして豊かにするための先人たちの知恵なんでしょうね。さて、ここで最後に、これを聞いてくださっているあなたにも一つ考えてみてほしい問いがあるんです。何でしょ先ほど、特にお世話になった場合にはお返しをするという話が出ました。はい。では、あなたにとってこの特にお世話になったと感じる境界線は一体どこにあるんでしょうか。助けてもらった回数ですか？それともかけてもらったお金の金額でしょうか？なるほど。答えのない問いこそ味わい深いってことですね。あるいは、そういう具体的な指標では測れない目に見えない気持ちの大きさなのでしょうか。それは難しい問いですね。おそらくこの問いへの答えは100人いれば100通りあるはずなんです。そしてその答えが一つではないという曖昧さや、人それぞれの価値観の違いの中にこそ、私たちが日々営んでいる人間関係の複雑さや文化の奥深さが隠されているのかもしれませんね。さて、お話はつきませんが、そろそろ閉店の時間となってしまいました。おっと、もうそんな時間ですか。今日のお土産の話、明日からの景色がちょっと違って見えそうです。それは嬉しいです。皆さんの心のお土産話もぜひまた聞かせてくださいね。はい、また来ます。それでは今日のうさぎちゃんの日本語カフェはここまで。お相手は店長のうさぎと常連客の拓也でした。また次回の放送でお会いしましょう。素敵な日本語ライフを。さようなら。